よく知られている。コピーは恥ずべきことだ。それが魔法少女と結びつくと、どうなるのでしょう。これは新しいバージョンのファンタジータワーです。矢野大反乱事件。風ちゃん、まずこの視線を簡単に振り返ってみてください。ブルビルから助けを求められました。ハイガルドに着いたらデータベースに、ブレビルの機密書類が盗まれた。データベースのビデオから見ると、矢野は午前3時に情報を盗んだ。データベースの担当者は罪を逃れるために、矢野はエイダの息子に潜む潜入捜査官だと思って、資料を盗むのはハガドを裏切ったことです。しかし、第9地区の執行役員エヴァンスは指名手配をしなかった。しかし矢野は謎のまま行方不明になった。そのためにも、ブローは忌避のために我々に調査を依頼した。私たちが行動を始めたとき、パロディも厳冬の安全を理由に調査に参加した。調査の結果データベースは2層のセキュリティ保護を持っていることが分かりました。1つ目はデータベースのセキュリティシステムです。2階は機密文書のセキュリティシステムです。第2層のセキュリティ権限を持っているのは、ブレビル・エヴァンズと矢野の3人。矢野は最近ブレビルのデータ収集に協力しているからです。行動を容易にするために加えられた権限。しかしそのためデータベース担当者は不満を抱いています。私たちの調査では矢野に矛先を向け続けています。矢野が擬態部門の2人のメンバーを調べていることを漏らしました。潜入捜査官の仲間です。考えを整理するために、再びブレイズと合流する。そして彼女の提案で、2層目のセキュリティシステムに問題があったと思います。パロディは第2層システムの開発にも参加しています。そこでパロッティは安全保障問題を捜査しています。私たちはブレビのオフィスで手がかりを探しています。しかし私たちは最も重要な手がかりを逃しました。ロッカーに置いてあった機密書類。幸いパロッティは成果を上げた。セキュリティシステムが発見されました。矢野の身分認証と窃盗者の身分認証が入れ替わった。これで窃盗者も認証を受けることができます。事件の露呈を防ぐために、夜明けに行動することにしました。これですぐに窃盗者の身元が分かりました。ブレビルと同じ科学研究者のイザオギナです。ネット上で彼女のメッセージも見つけました。まずブレビルへの不満と罵倒がネット上で、そして例のあの人が本部員の名前で、イザオギナを指針した。彼女を騙したプロジェクトは彼女の成果を移したものだ。ハイガルド第9地区では不正があった。イザオギナがブレビルに復讐するのを助けると言いました。報復の計画、つまり私たちが調べているのは、矢の反逆事件。これでわかるように、イザオギナは神秘的な人に助けられて、矢野の擬態を利用した窃盗事件。矢野に盗品を着せた。矢野を裏切り者にした。矢野を信じたブレビルも裏切り者をかばったから、矢面に立つ。これがイザオギナの復讐だ。しかし事実は本当にそうなのでしょうか。実際ブレビルはイザオギナの多くの成果を盗作しました。これも矢野がやったんだ。この全てを明らかにするためには、はっきりさせて。イザオギナって一体誰なの？私たちが資料に基づいて提供した場所は、イザオギナの隠れ家を見つけたとき、矢野が力を入れているのが見えました。ロックは非常に直感的なメッセージを送った。彼女は矢野の擬態を使ったイザオギナじゃない。これで会うのはとても自然になります。ここに着いたばかりです。矢野もちょうど鍵をこじ開けた。すべてはちょうどいいです。安全な部屋に入って、私たちは中に残されたメモを通して、違うイザオギナと知り合った。イザオギナはもともとハガドの科学研究者だった。数年前彼女は研究のためにさらなる突破ができた。断固としてハイデッカーを去った。被害の大きかった地面に来た。そのために家と決裂することを惜しまない。でも自分の理想のために、彼女はそれが支払わなければならない代償だと思う。すぐにコレットが作ったバンギス重工に転職しました。彼女はここでもっとインスピレーションを得ようとしている。でもそれは違う。地上資源の不毛さで、最も優秀な計画だけが考慮に入れられた。彼女の研究は至るところで壁にぶつかっていると言える。どこでも妥協しています。しかし彼女は落胆しませんでした。自分が突破できると信じていました。自分の天地を突破する。その時には家族に見直してもらうことができる。でもそんなにうまくいかなかったんです。地上の資源や技術や設備が不足しています。多くの完璧な計画も現実の問題で棚上げになるだろう。地上の人々はハガドを信じていないからです。進歩は非常に遅いです。イザオギナは仕方なく現実を受け入れるしかない。彼女の心の奥底にあるだけだ。まだ自分を信じています。成果を出します。母親に自分の成功を見せなさい。ついに3年がやってきた。彼女は海洋職に戻ることができる。しかしこの時のハイガルド内部は変わっていました。天才ブレビルがこの世を去った。ハイガルドの膨大な資源のおかげです。わずかな時間でアナツ技術の頂点に立ちました。事業が挫折し、家事も楽観的ではない。彼女の母親はもういない。ハイガルドに戻った彼女は家族に見直しられなかっただけでなく、自分の研究でさえブラウと衝突しました。彼女は完敗した。
花を引き立てる緑の葉になった。イザオギナは自分の全てを奪われたのが悔しい。だからあの人の報復計画に参加したんだ。彼女が知らないのはブレビルの成果だ。実は中には彼女のおかげもあります。ヤノがブレビルを助けた理由を思い出しましょう。バンジス重工の民間設備のデータを得るためです。これで全部わかったでしょう。バンジスで研究を主導したのはイザディーナでした。ブレイズが地上のデータを取得できるように。だからイザオギナはブレビルが彼女の成果を盗作したと思うのか。ブレビルは彼女が研究したデータを使って。違うのは、イザオギナは資源が痩せて研究を続けてきた。ブレビルはハイガルドの力を利用して、ヤノに頼む。バンギス社長のコーレットに直接会って手に入れたのは、イザオギナといえば本当に大変だ。コーレット社長の息子ディオールが事故を起こすまで、コーレットの廃油取得に対する態度は信用していない。この態度はバンギス重工業とハイガードの協力にも影響した。でもディオール事件の後、コーレットはハイカンドに行って怪我をした。フランツもアイダの子を滅ぼした間に、バンギスの重工を支配した。その後バンギス重工とハイガルドの間は緊密に行き来しました。枝の子を排除した。研究上の協力も多くなってきた。しかしイザオギナはハイガルドに戻っていました。時も命も運も。このような要素がイザオギナを狂って復讐家を手に入れる。彼女は本当に有能です。裏切り者になるのは情勢に追われていると言える。しかし一人の計算のせいで、ブレビが特撮の喜びに浸っている時、もう狙われているとは知らなかった。これは完全な PV だと思っている人も多いでしょう。しかしその中には伏線が隠されています。ここでブレビルの研究プロジェクトを決めました。つまり幻冬出力構造改良による民間設備への応用可能性研究です。このプロジェクトを決めた理由は彼女の魔法プロジェクトが通過しなかったからです。通過しなかったのはヤノの後押しだからです。これは偶然ではない。ヤノからブレビルに近づく。研究プロジェクトを決定する。そして研究がデータを収集し始めました。これらの背後にはヤノの影があります。ストーリーに戻りましょう。イザオギナの日記を調べた後、彼女も理想の人だったことが分かりました。しかし銃は現実に変わった。双方が情報交換を開始。ヤノの口から私たちは、彼女は内部にアイダの子が潜入していたから調べたんです。情報源は不明です。彼女はイサディナが模倣部門の2人の潜入捜査官と密接に接触していることに気づいた。でも本当にそうですか？イザオギナに会った後、彼女は自分が予定に従っていると言っただけだ。ヤノ議隊で資料を盗んだ。ヤノが言った手紙のやり取りも面会も言及していない。双方が情報を交換した後、ヤノは潜入捜査官がいつどこでイザオギナに対応したか知っている。主役はやはりイライラしている。急がないと資料が持っていかれます。でもヤノは少しも急いでいない。機密資料はとっくに梱包されていたから。ヤノはイザディーナを扱うことを提案した。私たちが疑うのを防ぐために、あの人が現れるかもしれないってわざわざ言ってた。ここのやり方は同じように人の設定に合わない。イザオギナの出会いの方がドラマチックだ。それとも2人の潜入捜査官を捕まえた方が劇的なのでしょうか？イザオギナとの出会いに違いない。また例のあの人に会う可能性が高い。ヤノは芝居を見ると言っていた。結局志願して潜入捜査をしていました。ここの手配は疑問です。イザオギナに会った後、彼女は私たちを謎の男と呼んだ。あの人は親身で会ったことがないことがわかる。具体的な推測は一機のビデオを見ることができる。イザオギナはバカじゃない。彼女はネットで彼女と指針しているのは本部の人ではないかもしれないことを知っている。しかしそれはどうなるのでしょう。ブレビルに復讐しようとしただけだ。彼女の立場から見れば、ブルーエイが彼女の全てを奪ったということだ。それだけではない。彼女もブレビルの才能に嫉妬している。ブレビルの人脈に嫉妬する。ブルースの喜びに嫉妬。彼女が様々な現実的な問題で研究を進められないとき、ブレビルにはエヴァンスの助けがあった。緑の光を。経費が十分で技術が2倍になる。これは科学者の楽園です。彼女もこのような生活をしていた。でも彼女は理想のために諦めた。母への親孝行さえ逃してしまいました。でも彼女は知らなかった。彼女が理想のためにバンギスに来たんだ。ブレビルのデータがありました。研究の結果を得ることができます。これは全てこのドラマです。同様の研究。一人で裏切り者になる。もう一人はもてはやされている。イザオギナは盗んだ資料を渡すしかない。もっと芝居の一幕が現れた。イザオギナが出した機密資料はヤノにバッグを取られた。これは全て雨竜だ。私たちの捜査がなくても、機密資料も盗まれません。でもこれは本当に簡単なのでしょうか？後ろの勝者は誰ですか？小風を見てはいけない、万字近く書いてある。専門家の分析ヤノは潜入捜査官だ。でもまだ彼女の罪は決められない。今まで決定的な証拠はなかった。ヤノが潜入捜査官だと証明できる。推理でも推測でも、
の推測。これらは証拠にはなりません。考え方を変えるしかありません。既得権益者を分析するために、このウーロン事件では、誰が最大の受益者ですか？まずデータベース担当者を排除します。そしてイザオギナと2人の潜入捜査官が、あと4人残っている。エヴァンス、パロッティ・ブレビルやの。エヴァンスもその恩恵を受けた。プランをまず9域に持っていって実験をすることができる。彼が9域を試験場にしようとしたのは、2人の潜入捜査官が逮捕された。ハイガルド第9地区にとっても良いことです。それにパロディ。パロディは今回の事件で第9地区の警備に穴があることを知った。本部が浸透する危機にも気づいた。謎の男は本部の名前で現れた。これもパロディが途中で去った理由だ。本部に行って本当に問題があったのではないかと思います。次はブレビル。ブレイズとは、機密書類は盗まれていない。でもイザオギナの書類が取られたから、彼女の研究も影響を受けた。幸い完全に禁止されていなかった。経費はやはり承認されるだろう。キラーラの漫画を買うのをやめないでください。イザオギナが捕まったから、彼女も二度と復讐される心配はない。続話がうまい。泥棒を恐れず、泥棒を恐れる。ブレビルの安全も保証された。最後は矢野。彼女のいいところはたくさんあります。最初のポイント、潜入捜査の疑いを脱した。PV では、ブロビは矢野を疑い始めた。今回の事件は2人の間潜入捜査官を直接探し出した。短時間で矢野の疑いは排除された。2つ目は、矢野の権限はもっと高くなった。機密資料は盗まれていません。コーパス担当者は茶碗を確保した。しかし矢野への罪悪感は、あとはきっと青信号になります。矢野の権限はますます大きくなってきた。3つ目は、ブレビルの隠れた脅威を排除したイザオギナ。妻を守る。ブレビルと矢野の関係は本当に一言では言い切れません。矢野のファイルで語られた物語。2人は物語を隠喩としている。自分で戦う。相手が一体何の真意かを試す。今のところ表面的には2人はやはり姉妹だ。しかし実態は不明。ジャノはプロジェクトの安定性を確保できます。ブラウを守る。4時4分。フォローアップのための足がかりを作る。矢野の擬態データは漏れています。では、その後再び矢野窃盗が発生したら、最初は擬態がまた利用されたのではないかと疑ってしまいます。この認識は矢野の未来の行動に便利になります。5時だ。幻冬の民間プロジェクトの推進を阻止した。ブレビルの書類は漏れていないが、しかしイザオギナの研究は枝の子に取られました。これにより、アシャーでのプロジェクトは継続できない。プロジェクトを阻止する目的は同じように達成された。今回のウーロン事件を通じて、ちょうど主役の言ったことが当たった。矢野が潜入捜査官だったら、では長期的な利益のために、これらの利点は全て長期的な利益です。でもフーちゃんが言ったように、見ないでこんなにたくさん分析しました。彼女を有罪にする証拠は一つもない。これが矢野の魅力かもしれませんね。しかし今回のウーロン事件にも謎の人という手がかりが残っています。矢野は悪巧みをしようとしている。もう一つ駒を犠牲にしなければなりません。擬態部門の2人の潜入捜査官のように、捨てると言って捨てた。2人の生死も謎だ。やはり人と戦ってその楽しみは尽きない。幻冬は地組み方の騙し合い、鍵心と角の面にある。文案はずっと安定している。希望は 4.0 になった。もっと明るい表現ができるでしょう。今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。